破局が始まる。ゴジラ対コングまであと少し。まだだったわ。今回はゴジラの最新のソフビを3つご紹介したいと思います。まずはコング2021。はい、こちらは今年公開される映画ゴジラ対コングに登場するコングで、2017年に公開されたキングコングドクロ島の巨神に登場したコングと同一個体になります。ただあの時よりかなりパワーアップしていると予想されます。こちら高さは16センチほど、幅は14センチほど、奥行きは5センチほどになります。素材は PVC でかなり軽いです。赤ちゃんみたい。付属のこれが結構かっこよくて、ムービーモンスターシリーズ、ゴジラ対コング、そしてこちら側のこれ、このコングのアーシャめっちゃレアじゃない？アーシャ？劇中のシーンかな？この顔。怒りが伝わってくる。同じムービーモンスターシリーズのドハゴジと大体同じぐらいなんだよね。あ、この比率めっちゃ、なんか、良くない？予告編を見たらコングもちゃっかりこれぐらい大きくなってたしね。あ、これはいい比率ですね。まあ最近のムービーモンと同じスケールですね。ただ、プレ版で発売されたドクロ島の巨神のコングよりかは一回りちっちゃいですね。で、まず顔なんだけど、よく作られてるんですけど、なんだろう。ぽやーんとしているっていうのが第一印象かな。なんだろう、恍惚の表情というか、よく言うと可愛い。悪く言うとちょっと間抜けっていう感じかな。まあでもこの眉間のシワとかね、傷のディテールは半端じゃないんだけどね。彩色もね、グラデーションが細かいし。ただ欲を言えばこのコングのように、この眉間の中央がもう少し気持ち沈んだ形になってて、怒りを表した表情にしてほしかったですね。まあ個人的にはね。ただね、この口がめちゃくちゃ細かい。歯もしっかり色分けされてるし、中のこの、うわ、細かっ。横から見たこの牙の感じとか、口の開き方とかはいいですね。続いて、この上半身。この上半身の盛り上がり、すごいんだよね。まあ、ソフビで若干デフォルメされてるってのもあると思うんだけど、横にボンと太くて、さらにちょっとね、お腹がボコーンと出てて、力士体型のようにも思えますね。ね、横から見てお腹が若干可愛らしいんだよね。これは強いぞ。そしてドクロ島の巨神のコングにもあったこの傷。この傷もしっかり造形、彩色されていますね。いい。あ、そして胸板のこのシワシワも素晴らしいな。B 軸もしっかり造形されています。そしてここがね、こんな感じで回ります。ぐる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 。一回転。案外違和感がないっていうね。なんか、下半身どちらでもいけるな。この腕の毛並みの造形もかなりダイナミックで好きですね。非常に毛深く美しい。そしてこのダークグレーのグラデーションもいいですね。そして力強い握り拳。爪までしっかり造形されています。で、よく見ると、ちゃんとね、左右非対称に作られているように思えます。で、この腕はこんな感じで稼働します。この稼働はね、おなじみだけどいいよね。こういう攻撃のポーズを取ることも可能と。素晴らしい。下半身もかなり毛深く、ダイナミックですよね。まるでサンダとガイラを見てるかのような、そんな毛深さだ。ほら。足の爪もしっかりと造形されています。そしてこの背中。背中やっぱいいわ。この力強さ。やっぱさ、この上半身がかなり太いんだよね。頭のこのシワからのこの筋。これ毛並みじゃなくて筋肉ですからね。うわ、すっごい。カニの背中。そしてこのお尻。このお尻もいいんだよな。お尻もかなりの毛で覆われています。この太ももらへんとかね。なんかヘドラに見えてきた。そして最後に新旧コングで並べてみました。まあ前も比べたけど、やっぱり不気味なコングと力強いコングっていう感じだね。体型がまるで違うっていうのも面白いです。皆さんはどちらのコングが好きですか？そして間もなく、この2体の最強が交わります。勝敗はともかく、とにかくド派手なバトルを2体に期待してます。ただ、今年のゴジラは VS コングだけじゃありません。そう、ゴジラウルティマ。
はい、こちらは今年の4月1日からテレビ放送、そしてネットフリックスでは3月25日から配信開始されるゴジラシンギュラポイントというアニメに登場するゴジラです。ゴジラということ以外はまだまだ謎に包まれています。来ましたね。ギュラゴジ。高さは16センチほど、幅は11センチほど。そしてこのソフビ、奥行きがかなりあって23センチほどあります。長い。とはいえ素材は PVC でかなり軽いです。ソフビのいい匂い。先ほどのコングと比較するとこんな感じ。高さはね、ほぼ同じですね。そしてドハゴジともほぼ同じ高さ。まあこれが最新の日米ゴジラっていうわけですね。では見ていきたいんですけど、今回のゴジラ、結構顔が独特なんですよね。特にこの前から見た時の顔。なんだろうこれ。どっかで見たことあるよな。ちょっと不気味だよね。人感あんのかな。進撃の巨人とか。この前から見た顔と横から見た顔が全然違うっていうのはキンゴジを彷彿とさせますよね。で、このシンギュラポイントのデザイン画のゴジラと比べるとなんかね、ちょっとイメージが違うなと思ったんですよね。こっちちょっとシンゴジラ感あるじゃないですか。ただこの裏側のこれと比べると結構こう再現度高いような気がするんだよね。なので横から見た顔とこう前、斜めから見た顔の印象が全然違うのはイラストからもわかるんですよね。面白い。この大きく発達した顎、抗筋力半端なさそう。そしてこのどっから生えてんだっていう牙ね。この牙の生え方は今までにないんじゃないかな。珍しい。で、この大きな顔の割にちっちゃな瞳は狂気的というか怖さを感じるんだよね。だけど上から見ると従来のゴジラ感があるという、なんとも不思議な形をしています。で、細かい牙もしっかり彩色されてるんだけど、この口の中が面白くて、見えますか？口の中に無数の牙がたくさんあるんですよ。この数はビオランテもびっくりですわ。そしてこの発達したトゲトゲはメタリックシルバーで彩色されています。結構綺麗。この首元のトゲトゲもね、メタリックシルバーで彩色されてますね。横顔、かなりタイプかな。いや、興味深いゴジラだね、こいつは。そしてこの上半身の形も面白くて、この肩とか、この胸あたり、そしてその下の、このお腹あたりの造形が、なんだろう、鎧感あるんだよね。いや、本当にね、なんか今までのゴジラとは、一線を画した造形をしてますよね。そして腕は少ししなやかで、恐竜っぽさもあるというか、指の配列の独特な感じは、キンゴジ感ありますね。で、腕はこんな感じで稼働しますね。おにょにょ。でも、この定位置が一番いいかな。そしてこのゴジラの一番の特徴かもしれない。このダイナミックな下半身。ゴジラアースの足も結構力強い方だったと思うんだけど、比じゃないよね。すっごいな、この迫力。だけども、足首はね、少ししなやかなんだよね。ちょっと恐竜っぽいというか、ほら、後ろにもね、爪があるんですよ。ちょっと色塗ってないけど、この爪ね、恐竜っぽい。でかいんだけど、ちょっとしなやかさもあって、なんか足が速そう。のしというよりかは、力強く走り出しそうな足になんとなく見えるかな。ここの爪は3本で非常に力強いです。彩色もしっかりされていて、グラデーションもかかってていいですね。ちなみに足の可動はね、いつも通りこんな感じで1回転します。こんな感じでやってやれば、可愛くね、飾ってやることも可能です。いやでも、下半身がでかい生物は強いからね。かなりの戦闘力が期待できそうだ。背びれはメタリックシルバーで彩色されていて非常に美しいんだけど、どっちかというと、前に向かって生えてるんだよね。これはね、このエメゴジさんの背びれを思い出した。形自体は全然違うんだけど、前に向かってるという共通点はあるんだよね。こいつもマグロ食うのかな。で、表面は葉っぱっぽいというか、この辺りはゴジラアース感があるかな。そして非常に密度が高いようにも思えます。ぶわーっと濃く背びれが生えてるといった印象かな。そして力強いボディとは相反するような細長い尻尾に続いていきます。先端も結構尖ってるんだよね。そしてこの辺のトゲトゲも結構シャープにね、作られてる印象を受けるかな。こことかね、武器になりそう。
長い。最古と最新。初代ゴジラと比較しても、ここまで違います。でもさ、こうやって見ると、恐竜の変わり方にちょっと似てない？昔の T-Rex って直立だったじゃん。でも時代とともに、こう、斜めの体型に変わったじゃないですか。なんかね、ゴジラもそういう風にして変わってるような気がするんですよね。昔を支えたゴジラと、今を盛り上げるゴジラ。こうやって並べると、ちょっと感慨深いものがありますね。まあね、ちょっと変わったゴジラっていう印象が強いかもしんないんだけど、またね、映像になると全然印象変わってくると思うんだよね。ついさっき予告編3が公開されたんだけど、めっちゃね、かっこいい予感がするんだよね。なので、このフィギュアだけを見て、今回のアニゴジねえなって思った方はね、もったいない。とりあえず、アニメ見ましょうよ。僕は期待してます。ただね、今回一番楽しみにしていたソフビはね、こいつじゃないんですよ。そう。一番楽しみにしていたのは、ジェットジャガー。はい、こちらもアニメ、ゴジラシンギュラポイントに登場するメカで、まだ詳しいことはわかりませんが、人類の味方側として人類が操縦して怪獣と戦うメカと予想されます。なお、自我が芽生えるかどうかは不明です。この映画の主役です。高さは15センチほど、幅は13センチほど、奥行きは7センチほどになります。当然 PVC でかなり軽いです。先ほどのゴジラと比較するとこんな感じ。いやなんかこの2体が同じ作品に登場するとは思えないんだけど。いやー来ましたね、ジェットジャガー。あえて言いましょう。ポンコツ感パネー。従来のジェットジャガーと比較するとこんな感じ。ロボ感すごいよね。まあこの顔面は従来のジェットジャガーとあんまりね変わらないように思えますよね。これ映像でもよかったんだけど、この目のぐるぐるがいいんだよね。そして口は黒い線で表現されています。まあ成型色なんですけど、わかりますかね？この辺にリベットとかあったり、この裏側にもしっかりリベットがあって、ロボ感ありますね。そしてこの首の青い部分とか肩の黄色い部分は、従来のジェットジャガーですよね。うん。でね、ここはね、マット彩色で質感の違いを出しているところもいいです。この赤い部分はツヤがあるんだけど、この黄色い部分とかはマット彩色で。いいですね。そして、この胸。これはこっから絶対なんか出るでしょう。なんかわかんないけど、こう、ボクシンググローブでビヨーヨーヨーンってやつが出そう。でもね、ここしっかりと銀で彩色されていて、この網網の質感もね、しっかり出してあるんだよね。そしてこの辺にリベットとかがあって、やはりロボ感があります。ここだけ切り取ったら巨大ロボ感すごくない？でもね、これ、下を見ると、この下半身なんだよな。下半身まだ間に合ってないよね。急いで、緊急事態でまだ未完成なんだけど出陣したっていう感じのジェットジャガーだと予測します。色も塗られてなくて、本当にメカがむき出しになっている、なんだろう、プレハブっていう感じ。まだ本当に制作段階の初期のジェットジャガーだと思うんだよね。当然フィギュアとしても成型色ですね。ロボ感がすごいです。このね、つなぎ目が結構僕は好きなんだよね。丸いじゃん。で、ここはね、こんな感じでひねることができます。あ、ここひねれるのいいね。あ、ロボ感すごい。あ、実際にこんな動きしそうだもん。一回転しそうだもん。これいいな。うん。で、この足もこんな感じで動くんだけど、これがね、可愛いんですよ。ほら、こうやって飾ったら超可愛くない？なんだろう、子供たちと一緒に戯れてる図が浮かぶもんね。みんなに人気の中小企業の町工場のジェットジャガーっていう感じ。で、まだ見てなかったこの腕の形もね、なんだろう。UFO キャッチャーか。この腕もまだまだ未完成な感じがすごくしますよね。この先端とかね、どうやって攻撃するのか非常に気になるね。相手の喉にこうくっつけてぐる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 って回すんかな。ここもこうやって回すことができるし、なんかね、フィギュアとしてすごく面白いんだよね。うん。こいつの活躍めちゃくちゃ期待するわ。で、こう後ろを見ると、なんか背負ってる。なんかね、エアコンの室外機みたいな背負ってるよね。これなんかブーンって音めっちゃしそう。足の裏のこう配線。切ったら動かなくなりそうですね。でですよ、予告編3を見ると、このジェットジャガーと
少し雰囲気違うんですよね。めっちゃすごくなってるんですよ。これはね、ぜひ予告編3を見てください。なので、さっき言ったこのポンコツ感っていうのは、すごくいいんですよね。あえて言いましょう。このポンコツロボがゴジラをはじめとしたいろんな怪獣たちとどう戦うのか、そしてその戦う中でどういった感じで成長していくのか、そういうところにね、注目したいなと僕は思ってます。もしかしたら自我を持つかもしんないしね。なので、このジェットジャガーの活躍に僕はゴジラと同じぐらい期待してます。いけ！ジェットジャガー！そんな感じで今年のゴジラはゴジラ対コングだけじゃないんですよ。アニゴジもあるんですよ。なのでゴジラ対コングが海外よりまさかの1ヶ月半遅れてしまいましたが、その間、日本ではアニゴジ、ギュラゴジで盛り上がりましょうよ。このゴジラシンギュラポイントっていうのは概要欄にホームページ貼っときますが、町工場で働くエンジニア、有川ユン、そして存在しない生物の研究をする変わり者の大学院生、神野メイというキャラクターをはじめとした様々なキャラクターがある調査をしていく中でゴジラと関わっていく謎解きとゴジラが組み合わさったようなアニメだと思うんですよ。で、予告編を見るとゴジラをはじめとした懐かしの怪獣たちも新たなデザインでたくさん登場してるのでめちゃくちゃ楽しみです。てかね、このアニメのキャラクターたちが全体的にすごく好き。おしゃれでコミカルな要素もあるし、このキャラクターたちを使った謎解きゲームを 3DS とかでしたい。そんな感じでゴジラシンギュラポイント一緒に盛り上げていきましょう。僕はネットフリックスで見る予定なんですが、地上波放送に関しては実況配信するかもしれませんので、その時はよろしくお願いします。はい、そんな感じで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではまた。